はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さんはこの料理を食べて育ったというものは何かありますか？地域によっても様々な郷土料理がありそうですね。国が違えばまた慣れ親しんだ料理も違います。今日は有名メジャーリーガーのソウルフードを作ります。それでは早速やっていきましょう。まずははじめにソウルフードと聞いて何を思い浮かべますか？日本人ならカレー、味噌汁、肉じゃが、ラーメンとか答える人もいるかもしれませんね。なんとなく慣れ親しんだとか郷土料理みたいな意味合いでソウルフードと使うことがあるかもしれません。ですが、もともとソウルフードとはアフリカ系アメリカ人の伝統料理の総称をソウルフードと呼んでいます。奴隷制の時代に手に入る食料で生き延びるために工夫された料理です。今回はそんなソウルフードではないのですが、昔読んだ記事で野球選手のダルビッシュ有さんのソウルフードとして紹介されていた料理を今日は作ります。慣れ親しんだとか郷土料理的な意味合いでソウルフードと紹介されていたと思います。今日作るのはゴルメサブジです。聞こえましたか？ゴルメサブジです。なんかこの語感、声に出して読むと気持ちがいいですね。今まで口に出した言葉の中でトップ10に入る気持ちの良さです。今日は休みだから夜までゴルメサブジしよう。明日緊急で朝からゴルメサブジ入ったわ。そのカバンどこのカバン？これはゴルメサブジの新作。どんな会話に使ってもゴルメサブジでなんとかなりそうです。ゴルメサブジとはイランの郷土料理です。アゼルバイジャンやイラクなどでも親しまれています。ダルビッシュ有さんのお父さんはイラン人の方なのできっと慣れ親しんだ料理なんですね。ゴルメは煮込み、サブジはグリーンや野菜などを意味します。ハーブや子羊または牛肉、ドライライムなどを使用したシチューの一種です。カットされていないドライライムが手に入らなかったので今回はスライスされたものを使います。パセリ、コリアンダー、フェヌグリークリーフなどを使用することが多いです。今回はフェヌグリークリーフはなかったので乾燥させたカスリメティを使います。まずはコリアンダー、イタリアンパセリを細かく刻みます。煮込むのでそこまで細かくしすぎなくても大丈夫です。次にネギをみじん切りにします。玉ねぎも同じくみじん切りにします。カスリメティは水を注いで20分くらい置いておきます。次に牛肩ロースを一口大にカットします。鍋にアボカドオイルをひいて玉ねぎがしんなり色が変わるまで炒めます。肉を入れて焼いていきます。これに塩コショウを振って食べたくなりますね。水を加えて煮込んでいきます。アクが出てきたら取り除きます。一晩水で戻したインゲン豆を加えて30分くらい煮込んでいきます。煮込んでいる間にフライパンにアボカドオイルをひいて初めにカットしたコリアンダー、イタリアンパセリ、ネギ、水で戻したカスリメティを20分くらい炒めます。煮えた鍋に炒めたハーブを入れます。ターメリック、ブラックペッパー、塩を加えて味をつけて30分煮込みます。30分経ったらドライライムを加えてさらに30分煮込みます。最後ライムを絞って30分煮込んで完成です。味見をして塩で味を整えます。出来上がりましたが、お世辞にも美味しそうな見た目には見えませんね。おそらく入っているものを知らずに出されたら無意識に眉間にシワが寄っているかもしれません。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は秋田の湖畔の森ビールの生ハゲ神話ビールを飲んでみましょう。これぞご当地ビールといった感じですね。ナグコはいねえがと今にも襲いかかってきそうな生ハゲのラベルです。生ハゲというと怖いイメージがありますが、実は縁起物で無病息災や五穀豊穣などを象徴しています。秋田といえば秋田小町、副原料として秋田小町が使用されています。香りは少し酸味を感じます。口に含むとコクを感じ、ほのかに甘さがあり、苦味は控えめです。後味に香ばしさも感じることができます。きりたんぽ鍋をつまみに飲むのもいいかもしれません。それではゴルメサブジ食べてみます。正直見た目は料理経験ゼロの YouTuber が想像だけで作る名前の知らない料理です。はい頭ではなぜかカレーを想像していて口に入れた瞬間にうまく切り替えができませんでした。急いでこれはカレーじゃないと脳みそから信号を送りましたが時すでに遅し。口に広がるライムの酸味、イタリアンパセリのほろ苦さ、コリアンダーのエスニックな香り、カスリメティの芳醇な香り、今までに食べたことないですね。一口二口三口と口に運ぶにつれ視覚と味覚のズレが修正されます。この適度な酸味と肉から出る旨味、シンプルな塩コショウの味付けですがハーブの何層にも重なり合う香りが心地よく感じられます。
います。知らない世界を知れた気がします。気がつけばスプーンが進み、このシチューの虜になっている自分がいます。この酸味もイランのような暖かい気候だとよりスッキリと感じられたり、ハーブの香りで肉の臭みを消すとか、いろいろ考えられているのかもしれませんね。欲を言うと、ニンニクとかクミンを足したら、より日本人好みの味付けかもしれません。ほうれん草を足したり、アレンジもあるようです。これを毎日食べていたら、体にはすごい良さそうですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ゴルメサブジいかがでしたか？世界の気になる料理とかあれば、ぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。